以前にウルトラボックスの結成から1979年、ジョン・フォックスがリーダーを務めていた時期を動画で紹介しましたが、今回はその続きでジョン・フォックスのその後ソロアルバムを中心に紹介します。ジョン・フォックスは1977年ウルトラボックスのボーカルとしてデビューし、いち早くエレクトロニクスを導入したシンセポップへとサウンドを変化させ、1978年までに3枚のアルバムをリリースしますが、商業的に成功したとは言えず、1979年にバンドを脱退、ソロアーティストとしての活動に移ります。ウルトラボックスを脱退した1979年、ジョン・フォックスはソロアルバムの制作に入ります。レコーディングはロンドンのパスウェイスタジオで行われました。ここは当時としても非常に小規模なスタジオで、8トラックのレコーダーで録音されたようです。ゲストミュージシャンとしてベースギターのジェイク・デュラント、シンセサイザーのジョン・ウェスリー・バーカーが参加していますが、ほとんどの演奏はジョン・フォックス自身によりシンセサイザーとリズムマシンを使って行われています。バンドサウンドがメインだったウルトラボックスと違い、純度の高いエレクトロサウンドになっています。ファーストソロアルバムメタマチックは1980年1月にリリースされました。1曲目プラザは無機質なサウンドに乗せ、広場を行き交う人々の様子を描写した歌詞が歌われます。未来を舞台にした SF 映画的な映像を連想させますね。2曲目He's a Liquidは重々しいイメージのシンセの音色がどこか不穏な雰囲気を漂わせています。3曲目アンダーパスはシングルカットもされた比較的キャッチーな曲ですが、しかし冷たく無機質な印象はそのままで、クールで緊張感のある曲調です。5曲目ノーアドライビングもシングルカットされた曲で比較的メロディアスです。無機質な中にもどこかドラマチックさを感じますね。6曲目 A New Kind of Man はアップテンポで軽快なリズムにうねる感じのシンセサイザー、サビなんかはウルトラボックスに通じる感じがあります。10曲目 Touch and Go は比較的キャッチーな曲です。ウルトラボックス時代にもライブで演奏していたそうで、ちなみに新生ウルトラボックスの1980年のアルバムビエナに収録された Mr.X という曲はこの Touch and Go の原曲を元に作られたそうです。アルバムを通して無機質で SF 映画のシーンを切り取ったような印象の曲が並んでいます。前年1979年にウルトラボックスに影響を受けたというチューブウェイアーミー、ゲイリー・ニューマンがヒットを飛ばし、それも SF 的イメージを前面に打ち出したものでしたが、この作品で聴ける無機質で冷たいイメージはそれら以上に徹底していて、人を寄せ付けないような孤独感を感じます。そういった歌詞やサウンドのコンセプトは評論家などからも高い評価を得ていて、エレクトロポップ初期の名盤と目されています。この作品のリリースと前後してイギリスのメインストリームにシンセポップが上がってくるようになり、このアルバムもチャートで最高18位を記録し、ウルトラボックス時代と比較すると格段に上の商業的な成功を得ました。1981年になるとセカンドアルバムザ・ガーデンが制作され、9月にリリースされます。ファーストと違い多くがバンド編成で録音されています。ギターで元ウルトラボックスのロビン・サイモンも参加していて、結果的にシステムズ・オブ・ロマンスに近いサウンドになっています。1曲目ヨーロッパ・アフター・ザ・レインはアコースティックギターとピアノがフィーチャーされた叙情的で哀愁漂う曲です。雨上がりのヨーロッパというタイトルと歌詞、そしてジャケットやスリーブの写真がマッチして美しいイメージを作り上げていると思います。この曲は先行シングルとして1981年5月にリリースされています。2曲目システムズ・オブ・ロマンスは疾走感のあるアップテンポの曲で、ウルトラボックスのサードアルバムと同じタイトルです。やはりもう一度ウルトラボックス的サウンドの続きをやっている印象があります。エレクトロサウンドと
バンドサウンドの融合具合が絶妙で、非常にかっこいいですね。3曲目 When I as a Man and You Were a Woman、 独特なリズムパターンとノイジーな面のある実験的なサウンドスケープ、アルバム中最も尖った曲のように思います。5曲目パターノスターは直線的なビートにどこかクラシカルな賛美歌を思わせる歌が乗る曲ですが、その歌はコラージュ的に継ぎはぎされたように聞こえ、宗教的イメージとデジタルが混ざった独特な効果を上げています。6曲目ナイトスートはファンク調のリズムにクールなサウンドが乗る曲で、この直後に流行するニューロマンティックを思わせる部分が大いにあります。9曲目 Walk Away は疾走感と高揚感を感じるドラマチックな曲で、個人的に結構好きな曲ですね。10曲目 The Garden、 鳥のさえずりから始まるスローテンポで荘厳なバラード、エレクトロニクスを使用したサウンドでありながらクラシカルでヨーロッパの歴史みたいなものを連想させる重厚な感じの曲ですね。このアルバムを全体を聴いて、ジャケットで自然の風景の写真を使っているのが象徴するように、エレクトロニクスを多用しながらも有機的で自然や人間的な感情が表現されていると思いました。それが前作メタマティックと対照的で、ある意味対になっているようにも感じられます。この作品はイギリスのアルバムチャートで最高24位、前作に続いてまずまずのヒットとなりました。サードアルバム The Golden Section は1983年9月にリリースされます。前の2作はセルフプロデュースでしたが、今作はゼウス・ビー・ヘルトというドイツ人のプロデューサーが起用されています。録音は何人かのゲストミュージシャンを招いて、ザ・ガーデンの延長線上といえるエレクトロニクスとバンドサウンドを融合したもので、よりメジャー感のある音になっていると思います。1曲目 My Wild Love、 キャッチーで開放感あふれるシンセポップでアルバムは始まります。2曲目 Someone、 どことなく中期ビートルズなどを思わせるシンセポップにサイケポップの要素を入れたような曲です。3曲目 Your Dress、 ミドルテンポの浮遊感あふれる曲でシングルカットもされました。4曲目 Running Across Thin Ice with Tigers、 同じフレーズを繰り返しながら徐々に盛り上がっていく曲で、ロビン・サイモンによるギタープレイが印象的です。5曲目 Sitting at the Edge of the World、 スローで穏やかでとてもドリーミーな曲です。こちらもどこか60年代後半のサイケポップを思わせます。6曲目 Endlessly、 アルバムの3ヶ月前にリリースされたシングル曲です。シンセを使ったサイケポップといった面が最も強く出ている曲で、祝祭的、陶酔的でアルバムのハイライトという感じがします。ラスト10曲目は Twilight's Last Gleaming、 夜の闇へ誘うようなディープな雰囲気の曲です。全体にシンセポップのスタイルでありながら60年代後半のビートルズなどの要素が感じられる作品になっています。浮遊感のあるドリーミーな曲調は前作とはまた違っていて、キラキラとしたデジタル感と有機的なサイケ感がミックスされ、新時代のサイケポップという印象です。個人的に最初はこの明るくカラフルな感じが前作までのシリアスな雰囲気と違い、いまいちに思っていたのですが、デジタルなサイケポップという風に思うようになってからは、ジョン・フォックスのソロ作でも一番好きかもしれないっていうくらい気に入っています。このザ・ゴールデンセクションはイギリスのチャートで最高27位と、前作と同程度のヒットとなりました。そして彼はウルトラボックス脱退以降ライブをやっていなかったのですが、今作のリリース後ソロ名義となって初のライブツアーを行っています。フォースアルバム In Mysterious Ways は1985年9月にリリース。
エレクトロニクスと生演奏を融合したサウンドは前作からの延長線上にありますが、よりオーソドックスなポップ寄りの作風になっています。1曲目 Stars on Fire、 ミディアムテンポの穏やかなポップナンバーでアルバムは幕を開けます。このアルバム全体がこのような優しくて温かみを感じる聴きやすい曲で締められています。4曲目 Enter the Angel はアルバムの中でも特にキャッチーに思える曲ですね。5曲目タイトル曲の In Mysterious Ways はアコースティックギターを用いたフォーク調の曲で、とてもドリーミーな感じです。7曲目 This Side of Paradise、 シャッフルビートのアルバムの中ではロック色の強い曲です。8曲目 Stepping Softly、 ソウルミュージック調のバラード、今までの彼の音楽性からしたら意外なほどオーソドックスな曲調に思います。ラスト10曲目モーニンググローリーはストリングス系のシンセとオルガン、そしてジョン・フォックスのボーカルがゴスペルなんかにも通じるような、また宗教的とも言えそうな荘厳な美しさを感じさせます。これまでの彼のキャリアの中でも非常にメインストリーム寄りのポップなアルバムだと思います。美しいメロディーとサウンドを持った曲が多く洗練されていて完成度も高く感じます。しかしインパクトは薄く地味な印象は拭えません。またこの作品がリリースされた1985年頃は例えば Tears for Fears みたいなエレクトロニクスとバンド演奏をうまく組み合わせ普遍的なポップソングを作りヒットを飛ばす、そんなアーティストも増えて市民権を得てきて、そんな中で今作は埋没してしまったような印象を持ってしまいます。この作品はイギリスのチャートで最高85位と振るわない成績でした。そしてこれを最後にジョン・フォックスは音楽活動を一時休止してしまいます。ジョン・フォックスは音楽活動休止の後、グラフィックアーティストとして活動をしますが、1990年代から少しずつ音楽との関わりも持ち始め、1997年にルイス・ゴードンとコラボレーションでシフティング・シティというアルバム、単独名義でカテドラル・オーシャンズというアンビエント作品をリリースし、音楽業界に本格的に復帰しました。そこから現在まで、メジャーなヒットとは無縁ですがコンスタントに活動をしているようです。ジョン・フォックスの活動をこうして改めて振り返ってみると、時代の先を行く先見性とクワイエットマンと言われるように周りとは慣れ合わない一匹狼的なスタンスを感じます。それが彼の孤高ともいえる独自性につながっているのですが、逆にその性格がバンド内で人間関係をギクシャクさせたり、音楽業界と距離を置いて孤立したりして高い評価を受けたとしてもメジャーになりきれない、そういった方向につながっていったと考えられます。彼が作ったバンドウルトラボックスはちょうど同じ時期1980年から彼以外のメンバーが新たにミチューロを迎え活動を再開。ヒット曲を出しシンセポップの代表格として時代の寵児となりますが、ジョン・フォックスが活動を休止した翌年、彼らも活動を休止します。この1980年から1985年頃のジョン・フォックスとウルトラボックスは同じシンセポップというジャンルの中、音楽性を変化発展させていきました。片やアート思考が強く、片や極めてポップでキャッチーという違いはありますが、しかしこの2組根っこの部分、目指す音楽性は最後まで共通したものがあったんじゃないかと思います。ジョン・フォックスというアーティストはどうしても華々しい80年代シンセポップ勢の中で影に隠れた存在という印象になってしまいますが、イギリスにおけるこのジャンルのオリジネーターとして絶対に外せないアーティストです。映像的イメージを起想させる楽曲たち、それは SF 的世界観からヨーロッパの原風景的または宗教的なイメージへと広がっていきました。
こうした彼の音楽的ビジョンは想像以上にイギリスのシーンに大きな影響を残したんじゃないかと個人的には考えています。はい、というわけで今回はジョン・フォックスの1980年代のソロ作品を追ってみました。近々同じ時期のウルトラボックスの動画も作りたいと考えています。それではご視聴ありがとうございました。